米軍は銃乱射をしていて、その反米デモに参加してた人たちがいっぺんに20何人死ぬっていうような事態が起きていた。怪我人がここの病院に運ばれていたんですね。入り口のところに血のついたバナーがあったんです。殺し合いを我々が蹴り出してやるみたいなことが書いてあったり。一回止めますか。ちょっとアメリカ軍が家の中に入っていって、イスラム教徒の現地の人たちの目の前でコーランをビリビリに破くとか、破いたコーランでお尻を拭くとか、アメリカの民間軍事会社ブラックウォーターの社員が吊るされたっていう橋がこの橋みたいです。イラク西部に位置するファルージャ。かつてアメリカ軍と地元の武装勢力、さらにはイスラム過激派との間で激しい戦闘が繰り広げられた町です。そんなファルージャに2003年のイラク戦争の頃から関わり続けている日本人がいます。人道支援に携わってきた高藤直子さんです。今回は高藤さんに同行し、かつてこの町で何が起きていたのか、そして今現地の人々がどのような暮らしをしているのかを詳しく見ていきたいと思います。どうも皆さんこんにちは、原カンタです。現在はイラク西部のアンバール県ファルージャに来ています。ファルージャはイラク戦争以降アメリカ軍とイスラム武装組織の間の激戦地の一つとされ、イラク戦争を象徴する場所として知られています。イラク戦争の時にこのファルージャで一体何が起きていたのか詳しく見ていこうと思います。今私たちがいるファルージャとはどういう場所でしょうか。イラク戦争直後からその米軍の猛攻撃を受けたところで、2003年の時にもさまざまな掃討作戦が行われ、それから米軍の乱射事件が多発し、それから総攻撃が行われ、さまざまなことが起きました。本当に最も、激戦のところです。今から病院とか墓地とかいろんなところに行って、どんなことがあったのかを、お伝えしたいと思います。イラク戦争をまさに象徴するような場所だと思うので、いろいろとお話聞ければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ここはどういった場所でしょうか。ここはラマディのハイウェイで、今車通ってますけど、2012年から2013年まで1年かけて市民のデモが起きていて、市民がここを占拠していました。反政府デモです。で、ここのその道路の脇のところに約40の巨大なかまぼこテントがあって、それは40というのは大体部族の数なんですけど、部族ごとに大きなテントをやって、当時ですね、私もここに来たことがあるんですけれども、救護係とかクリニックとか、それからそのマーケティング部門とかメディア部門みたいな食料庫があったり、すごくオーガナイズされた市民のデモっていうのが実はここで2012年から13年の終わりまでありました。ただ終わり方が非常にもう凄惨で、2013年のクリスマスでしたけれども、私も1ヶ月弱数週間前までファルージャラマディにいたんですね。ここにもたまに来てたんですけど、イラク政府軍当時のマリキ政権の時にそこに IS がいると、イスラム国がいるぞみたいなことを、市民デモをそういう理由で標的にしてヘリコプターを使ってものすごい攻撃をしたんです。そこでたくさんの死者が出ました。それがラマディだけじゃなくてファルージャでも起きて、全部合わせると本当に何万人、10万人近い、バグダッド、ラマディ、ファルージャ、ハディサ、ヒート、ティクリトみたいな6都市ぐらいで同じ市民デモが起きたんですけど、そこにこう攻撃がされたんです。で、攻撃がされて死者が出て、部族の一人がアハマド・アルワーニという人が政府に逮捕されたんですね。で、それをきっかけに部族が連帯して自警団レジスタンスを結成したんです。で、とにかくその無防備な状態で、丸腰な状態で、とにかく人が殺されまくったので、部族が非暴力を貫くっていうふうに言ってたんですけれど、非暴力を貫けない状況になってしまって、武器を持ってレジスタンスとなるわけです。バグダッドから来るイラク政府軍を止めるために、バグダッド県とアンバール県の県境の方に政府軍を押し戻すような形で始めたんですね。で、その戦闘がものすごい激しくなったんです。イラク軍も空爆をバンバンするし、戦闘もすごい激しくなって、でその陰でシリア内戦に行っていたイラクの ISの人たち、本当にこんな縮小されてこんなちっちゃいメンバーしかいなかったのに、シリア内戦に行って仲間を増やして勢力を拡大して、でまた国境を越えて戻ってきたんですよね。でところがこのファルージャとかラマディとかっていうのは、とにかく政府軍との戦いでめちゃめちゃ忙しかったんですよ。ガーってやってるその後ろで IS の人たちがその政府軍の空爆で家を失ったり家族を失った人たちにお見舞い金とかを配って、我々が加勢してあげますよ、助けてあげますよみたいな感じで言って人心掌握を図り、そこで一気にイラクの中でもずっと嫌われていたのに、 IS はすごい嫌われてた、アルカイダも嫌われてたんだけれども、そういう形でイラクのサポーターを増やしていくと。でその部族長たちは政府軍との戦いに忙しいからこっちに手が回らなかったんですね。
こっちで手が回らなかった時に IS が少人数で来てたのがどんどんサポーターが増えちゃって、黒い旗を持ってファルージャの警察署、誰もいなかったので旗を立てた。そしたらこの黒い旗が立ってしまったのが海外メディアにフィーチャーされたんですね。でこれで世界中がうわーファルージャは IS になったってなっちゃったんです。ところが実際にファルージャやラマディでここで起きてたことは IS はただ旗が立った、でも本当に少人数だったんです。それよりも問題だったのは、死者が出ていたのは政府軍の空爆が激しかったんです。それでもうここの人たちはファルージャラマディの人たちは昨日行ったヒートまで逃げたんですね。ところがヒートにも今度その IS が部族長たちがみんな忙しい間にどんどんこう仲間を引き連れてきてヒートにも襲ってきたわけですよ。結局ファルージャラマディ、ヒートの人たち、アンバールの人たちはバグダッドに逃げることになったり、クルド自治区に逃げることになったりっていう、これが IS との戦いの始まりなんです。 IS との戦いって最初は IS と戦ってないんですよ。 IS は毎回モスルもそうですけれど戦わずして旗立ててオキュパイしていく感じです。この争いの合間にこう突き込んで入ってきてみたいな、そうですね、戦いで忙しい政府軍と反政府軍がすごいガーってやってる、戦いが激しいその背後で旗を立てるみたいな、そういうやり方をここではしたんですね。日本人の視聴者からすると、当時のこのイラク政府のマリキ政権が同じイラク人に銃口を向けるっていうことが信じられないっていう方もいると思うんですけれども、その背景簡単に聞いてもいいですか？それはやっぱり宗派対立です。それはイラク戦争後に持ち込まれた形でやはりなってしまうんですが、イスラム教のスンニ派とシーア派の宗派対立で、イラクはアラブ諸国の中でも唯一そのシーア派とスンニ派が、拮抗はしないけど非常に多くのシーア派を有している国なんですね。他の国々はスンニ派主体じゃないですか、ほとんどが。で唯一イランだけがシーア派主体なんですよね。シーア派がメインの国、イラクはその中間みたいな。アルカイダはスンニ派、イラク政府はサダム政権が倒れた後にイランに傾倒した政治政党がバグダッドでイラク政権の中枢を担うようになった。これによって宗派対立っていうのが起きてしまって、シーア派スンニ派で結婚していた夫婦なんかもこう離婚するような状況になっていき、住み分けもして始まってしまい、それの宗派対立っていうのが内戦状態になっていく、これが背景にあります。でシーア派政権はスンニ派の人たちを捕まえて拷問したりっていうようなことをアメリカ軍がアブグレーブでやってたように、それを受け継いだイラク政府も同じようにそのテロリストだとかそういう形で拷問をしたり虐待をしたり、迫害をしたっていうことです。それの激しくなったのが2013年、それにこう IS だっていう風な形でこう持っていった感じですね。イラク戦争の前までは、フセイン政権がこう軍事独裁政権として世界的にはこう批判されていたけれども、フセインっていうある意味こう強権がいたからこそ国内の宗派対立とかがこう抑えられていた。でもそれがアメリカ軍がフセインを倒したことによってイラク国内のこう微妙な均衡の上に保たれていた関係とかやっぱ崩れてしまったっていうところがあるんですね。そうですね。で実際に言うともっとなんかすごいおおらかな答えが結構返ってくるんですよ。というのは我々にシーアもスンニもないっていうのはすごくシーア派の人もスンニ派の人も言ったんですね。で宗派対立が激しくなった時にも確かにこういうふうに分かれてしまったけれども、後々にみんなやっぱりシーアはシーアでも自国民を殺し合うようなシーア、我々は同じアラブ人なんだっていう言い方をしたりとかね。もともとはその3割以上4割近くがそのシーアスンニで夫婦作ってきて、家族の中にはシーアもいればスンニもいる、クルド人のと結婚した人もいるみたいな、家族みんなが集まったら本当に多種多様な人間でその家族を作っているっていうのが、これがイラクの特徴だったんだ。それはもうみんなが言ってましたね。これがやっぱりこう政治的なあれでシーア派はシーア派、スンニ派はスンニ派とか、クルドはクルドとか、なんかそういう感じで、政治システムがそういう風に変わってしまったので、それが結局宗派対立とか内戦状態を助長したっていうのはあります。もちろんイラク国内のねこう宗派対立とかそういう問題もあるとは思うんですけど、やっぱり歴史をちゃんと遡ってアメリカによるイラク戦争とかイラクの占領とかそういうところで目を向けないと、その後のイラク国内で起きた問題っていうのが見えてこないなというふうに感じましたね。これが2019年の市民革命につながっていくんですよ。で我々はそのシーアもスンニもないんだっていう言い方をします。それからセクターによって利権を取り合うようなルハササっていうそのシステムをやめろっていうことを若い世代たちがすごく訴えたっていうのがありました。
今日本からの送金が難しいというふうにおっしゃってましたけど、やっぱ日本からイラクにお金を送るっていうのは難しいんですか？さらに難しくなります。20何年イラクでやってると、送金難しいんです、やっぱり。で、やっぱり日本の銀行に言われるのその、マネーロンダリングを防ぐためにみたいな感じです。いろんな誓約書にサインしたりとかさ、そういうのあるじゃないですか。それはまあいいんですけど、さらに厳しくなっていて、今は銀行に行ってすぐに送金したいんですけどっていう、そういう人コードこれですみたいなのが本当にできなくて、その前段階でなんか請求書を持ってきてください。何に使うのか、それは人件費なのか、何を購入するのかっていうのを全部詳しいのを書いてください。それからこれまでのその出入金のあれを持ってきてくださいとか、要するにそのどういう支出、経費を使って、何に使ってるのか、それを証明しなきゃいけないと。でも、それを提出してもらっても審査があるので、審査が通るとはちょっと何とも言えないと。で、確率としては10件中1、2件しか通らないみたいな話で、ほぼ無理じゃんっていうことで、それ結構大きい問題なんですよ、その団体運営してると。それはやっぱりイラクっていう国がこれまでテロリストとかと結びつけて考えられるから、そういう場所にお金が流れないようにするみたいな。そうですね。例えばさ、北朝鮮とかイランとかっていうのは経済制裁とかさ、これはイランじゃないですよねってよく聞かれたの。で、北朝鮮でもないですよねとか。で、日本の方はそのイランとイラクがわからないから、これイラクダメなんじゃないかみたいな感じで結構銀行の中でも揉めたりっていうのはよくあったの。イランじゃなくてイラクですみたいな感じで言ったりとかしたんだけど、要するにそういう経済制裁とか、そのテロなんたらかんたらとか、それからマネーロンダリングとか、そういうことであれだと思うんだけど、ただやっぱり今のこの状況でね、見てもらってわかると思うけど、やっぱり外国企業もいっぱい入ってきてる。で、日本企業ももちろん入ってきてはいるんだけど、やっぱり企業はまた別枠であるのかもしれないけど、送金がうまくできないとかっていうのは、大企業だけじゃなくて日本企業がね、例えば入ってきたいと思っても、送金がうまくできないってのはこれ致命的で、これは進出しづらいですよね。それってやっぱり企業もそれ以前に、外国送金以前に真っ赤になってるとか、そのレベルが高いね、その危険度レベルが高いとか、そういうのってやっぱり進出しづらいよね。もうそろそろ見直してもいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。僕がこれまで活動していたアフリカのウガンダとかケニアとかだと、モバイルマネーサービスっていうんですか、その携帯で送金できる携帯電話が銀行口座になっているっていう、各々が持っている携帯電話の番号が銀行口座になっていて、でそこに直接お金を送れるっていう。で僕もね、日本にいながらウガンダの友人にちょっと翻訳というか英語のね文字起こしの仕事とかお願いして、でやってもらったら、ワールドレミットっていうアプリを使って、もう日本からほんとね 1,2 分でお金を送れるんですよ。でアフリカはやっぱりそういう送金系のサービスがすごい発展してきているし、そういう送金系のサービスが発展してきているっていうことが、アフリカの今のこの経済成長にもすごいね大きく関係しているんですけど、今みたいな話をね聞くと、やっぱりイラクに海外の企業、特に日本もそうですけれども、海外の企業がお金を送るときにそこはやっぱちょっと壁があると、でこの経済成長をするときの投資とか呼びにくいっていうね問題が起きると思うんで、結構これって深刻な問題だなというふうに感じましたね。今ね、右側に大きなモスクが見えたんですけれども、イラク戦争の時にはモスクがですね、米軍によってすごく攻撃されて、もう一時期はすごくボロボロになったみたいです。もうね、イラク戦争から20年ぐらい経っているので、今は修復されているんですけれども、イラク戦争中にはそのモスク、イスラム教のお祈りをする場所ですよね。そのイスラム教の人にとって大事な場所であるモスクをアメリカ軍が攻撃するっていうことが行われていたみたいで、すごく現地の人たちからも批判をされていたみたいです。で、ちょっと警察がいるので一瞬下ろしますけど、で他にもですね、アメリカ軍が家の中に入っていってイスラム教徒の現地の人たちの目の前でコーランをビリビリに破くとか、破いたコーランでお尻を拭くとか、十字架を壁にわざわざ書いてから立ち去るとか、そういったことが行われていたみたいですね。戦争中なんでね、本当に人間が本当極限の状況でおかしくなっちゃうんじゃないかっていうふうに想像するんですけど、とはいえね、わざわざ現地の人たちのこの大切にしているものを踏みにじるっていうことが行われていたみたいなので、どうしてそういうことをやったのかって正直理解に苦しみますね。
今渡っているこの橋はですね、もともとは1930年に作られたみたいです。これ皆さん、ユーフラテス川です。メソポタミア文明発祥の地になったね、ティグリス川、ユーフラテス川、多分学校の授業で習ったと思いますけれども、そのユーフラテス川の上にかかっているこの橋、1930年に作られたんですけれども、湾岸戦争、90年代の、91年の湾岸戦争、それから2003年のイラク戦争、そして、2014年以降のイスラム国による支配、戦争のたんびにこの橋は壊されて、でまた修復されてっていうことが行われてきたみたいです。なのでこの戦争を本当によく知る橋を私たちは渡っています。今私たちの後ろに見えているのが病院ということですけど、はい、この病院とは高藤さんどういう関係があるんですか？ここは私がイラクに2003年に初めて来て初めて支援した病院です。ファルージャ総合病院の古い方ですね。旧ファルージャ総合病院、今はここ子ども病院、母子病院になってます。建物自体もとても古くてサダム政権より前に建てられた建物なんですね。当時はここがジェネラルホスピタルでした。で今は子ども病院、母子病院になってます。でここに私は2003年に初めてバグダッドに入った時に、まず最初の調査でどこの病院が一番その支援が必要なのかっていう調査をした時に、いろんな人方がファルージャは危ない、ファルージャは危ないってことだけすごい言われたんですね。でなぜ危ないのかを教えてくれなかった。もう一人その私たちの仲間でジャーナリストたちがいろいろ調べたところ、ファルージャの病院に高藤さん行きましょうと。で今日実は行ってきたんですが、ファルージャの病院が一番今大変ですと。バグダッドよりもファルージャに行った方がいいです。あなたは医療支援を緊急支援をしに来たんですよねみたいな感じですごい言われて、で次の日にファルージャ総合病院に来たんです。で来たらまずファルージャに入ったところで人だかりがあって、でそこの人だかりの前に学校があって、でその屋上に米軍が土のを積んで屋上でこう狙撃拠点にしてる感じだったんですね。でその周りを人々が囲んでいて、でバナーを持ってました。殺し合いを我々が蹴り出してやるみたいなこと、キックユーアウトみたいなことが書いてあったりしました。これは何かというと、人々が小学校を返せと、ここは子どもたちの通う小学校でお前たちのいるところじゃないっていうことを訴えていたという反米デモでした。ところが米軍はその数日で、私が来る前にもうすでに銃乱射をしていて、その反米デモに参加してた人たちがいっぺんに20何人死ぬっていうような事態が起きていた。で怪我人がここの病院に運ばれていたんですね。で私はその人だかりを見た後にこの病院に来たんですが、あそこの入り口から入ったところに、まず入り口のところに血のついたバナーがあったんです。でそこに We are イスラムっていう意味のアラビア語が書かれていて、血で汚れているっていう状況で、中に入ると人がごった返していて、病棟に入ると、足打たれたとかお腹打たれたとか、そういった人たちが、ベッドに横たわっていて、その周りで家族たちがなぜ米軍は銃乱射するんだみたいな、何のために彼らはいるんだみたいな感じですごい怒っていて、ものすごく緊迫した感じだったんです。やっぱりその時バグダッドの方が全然まだそういう感じではなかったので、一回止めます。ちょっとすみません、一旦中断しちゃいましたけど、撮影 OK ということなんで、続きをお願いいたします。バグダッドの雰囲気とファルージャの雰囲気っていうのはもうその緊張感というのが全然違ってしまってて、ただやっぱりその緊張感というのは、やっぱりその米軍がバグダッドで取ってた態度とファルージャで取ってた態度っていうのが違ったから、そういう風な反米感情っていうのが急にバーってここで盛り上がってしまったっていうのはあると思いますね。結局私は初めてこことコンタクトしてから、病院とコンタクトしてから、もちろんドクターたちに何が必要なのかっていうのを調査するわけですけど、そしたらもう本当に物がないんですよね。綿から包帯から何にもないんです。本当にそういう状況だったので、バグダッドに戻って薬問屋を巡って、でも問屋から集めて買って箱詰めにしてバーって集めて、でそれを毎週のようにバグダッドからその医薬品医療品を運ぶっていうことをやってたんです。でその間にもやっぱりその緊張感というか、やっぱりファルージャに入ると米軍がやたらに増えるし、病院の中にも米兵がいたんですね。ラマディの病院もそうでしたし、ここもそうでしたけど、でそこの病院の中にその病人たちがいるんだけど、患者さんたちがいるんだけども、米兵たちがやっぱりひどい態度を取るわけですよね。でその病院の職員たちにもものすごい荒々しい態度を取ったり、それから一度はそのアドミンの人がこうやってデスクマットをパッと開けたら、デスクにこんなでかい穴が開いてて、どうしたんですかって言ったら、米軍がまくし立ててこうやって銃の重傷でこうやって叩いてここを開けていったとか、そういういろんなことがあって、やっぱり至る所に米兵がいるっていうのがやっぱりすごくここは緊張感がすごくありました。
さっきね渡ってきたこの僕の後ろに見えている緑色の橋、湾岸戦争とかイラク戦争とかイスラム国とか、その度に壊されてきたっていう橋なんですけれども、先ほど訪問したですね集団墓地、それがファルージャの戦いで亡くなった方たちの集団墓地ですけれども、そのファルージャの戦いのきっかけになったアメリカの民間軍事会社ブラックウォーターの社員が吊るされたっていう橋がこの橋みたいです。かつて激戦地となり多くの民間人が犠牲になったファルージャ。次回の動画でも引き続き高藤さんのお話を伺いながら、この街が歩んできた戦争の歴史と今そこにある人々の暮らしを見つめていきます。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひこれを機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ハラカンタが運営するオンラインサロンシナジーでは高藤直子さんをお招きし、イラクに関する勉強会を開催しています。 YouTube では紹介しきれなかった取材の裏話や高藤さんによるより深い解説に興味のある方はぜひシナジーへのご参加をご検討ください。勉強会の内容はアーカイブでもご覧いただけます。シナジーへのご入会はハラカンタの活動を応援していただくことにもつながります。少しでも興味を持たれた方はぜひ概要欄のリンクからホームページをご覧ください。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。